こちらは 3D プリンターストップモーション無機物に命を吹き込むのメイキング映像です。オリジナルメカをデザインし、コマ撮りで動かすために関節の大まかな設計図を描きます。設計図をもとにブレンダーという 3D ソフトでモデリング。モデリングしたパーツは一つ一つ 3D プリンターで出力。使用する機材はフラッシュフォージのアドベンチャー 5M Pro。このプリンターで2体分の169個のパーツを出力。だが出力は容易ではなかった。試作、試行錯誤、生成不良、企画落ち、プロトタイプ。こちらのプロトタイプは可動部分の構造に問題がないかをチェックするためのものです。可動域や関節の渋み、硬さを確認。緩くても硬すぎてもうまくいきません。これらの試行錯誤を繰り返し完成したものがこちらです。左の下位機体は旧型という設定でツインアイや指など人間に近い姿をしています。対して右の青い機体はモノアイや腕と一体化した武器などメカニカルな新型兵器を意識しています。名前は左からゼロス、そして X。 ここからはそれぞれのギミックを紹介します。頭は上下左右に可動し、目の向きも変えられます。 X も同様です。それぞれの体の特徴。ゼロスの頭部は大きな角があり、目はツインアイ。 X は角はなく、マスクの形状を変更。目はモノアイ。肩アーマーの形状はゼロスはシンプルなものに対し X は装甲を追加したような見た目となっています。ゼロスのハンドパッツは付け替えることが可能。 X は太めの指先が重厚になっており稼働します。これにより手に表情をつけられます。クールな感じのポーズが決まります。ゼロスは左右対称のハンドパッツ。一方 X は一体型のソードとアームガンを装着。ソードは稼働し、収納形態や逆手持ち形態にすることが可能です。腕を向けるだけでもかっこいいポーズをつけられます。腰の後ろは武器をマウントするためのホルスターを装備。 X には何もありません。ゼロスの膝にはニードル、X にはキャノン砲を装備。ゼロスの足の裏には太陽装備。X の方には稼働するスパイクがついています。荒々しい雰囲気のポーズが可能。これは試作型ビームレールガン。ゼロスの専用ライフル。ハンドパッツを付け替えれば武器を持つことが可能。赤いパッツはマガジンとなっており取り外しが可能。予備のマガジンも背中にあります。腰のホルスターにはピストルを装備。スコープの穴に引っ掛けるような形で取り付け。ピストルにもマガジン取り外しギミックがあります。こちらもハンドパッツを付け替えれば相手を狙い撃つポーズが決まる。背中には刀をマウント。カバーを開けば取り外し可能。刀に対応したハンドパッツに付け替えれば持たせられます。刀の持ち手は角度違いもあり躍動感のあるポーズが可能。手首の角度違いはもう1種類あり、これを使用することでヒロイックな両手持ちポーズが可能。
刀を収めるアーマーやホルスターは脱着が可能。これで軽量化ができる設定。剣を交えた最終決戦。ここからはコマ撮りの撮影風景をお見せします。手順としては、先ほどの2体のメカが戦う姿を iPhone のストップモーションスタジオというコマ撮りアプリを使い、ダヴィンチリゾルブで効果音などの編集を行う。背景は機体が入るよう無地のダークカラーを選び、爆炎などのエフェクトは羊毛フェルトを使い、1コマずつ成形。光の演出はカラーライトを使用し、撮影時に直接当てています。コマ撮りとは、被写体を少しずつ動かして1コマずつ撮影し、連続再生することで動いているように見せるアニメーション技法です。この手法を用いた有名な作品例としては、ピングや羊のショーン、日本の作品ではニャッキ、モルカーなどが挙げられます。私が制作した作品のストーリーとしては、赤い体のゼロスは人間復活の装置を起動しようとするが、青い体の X が阻止に現れる。 X は人間の非効率さが混乱を招くことを恐れていた。ゼロスは反論するが X は理解しようとせず、戦闘が始まる。2体は激しくぶつかり合い、互いに信念を貫くという内容です。撮影枚数は3720枚、撮影期間は約10日。撮影が完了したらダヴィンチリゾルブで編集。そして先ほど撮影していた部分の完成したものがこちらです。以上でメイキング映像は終わりです。ご覧いただきありがとうございました。